日はお友達のお家に来ております。マレー系のシンガポーリアンのご主人がいらっしゃる方で、ぽーちゃんがご自宅でマレー料理をご馳走してくれるというので、これがマレー料理のチキンとこうじゃがいもを煮込んだスープで、主に、ウコン。はい、完成しました。ポポちゃんありがとう。いただきます。はい、ということで、ちょっとね、ポポちゃんにいろいろ質問してみたいなというふうに思うんですけれども、まずポポちゃんがシンガポールに来たきっかけ。シンガポールに来たきっかけは、まあ本当観光で遊びに来て、そう観光ビザで入ってきたの。旅行ででしょ。そうで、まあもっと言うと、まあちょっとリゾートバイトだからかじって、リゾキャバ、そうをちょっとかじってて、それとって感じかな。それでちょっとハマった。そう、もともとは観光で来てて、でそっからリゾバもあるよどうって言って、でシンガポールに長くいるためにはじゃあリゾバで働こうってなって、それでビザが下りるか。そうそれで働いて、ですぐにもうだから旦那と出会ってって感じ。それで旦那さんと出会って、どれぐらいで結婚したの？旦那さんと出会って6ヶ月後にはもう結婚の話になってたから、正式には多分1年経ってない、で入籍したでももう来た時からシンガポールがすごい好きだったから、そうだからシンガポールにいるためには働くか、シンガポール人と結婚するのどっちかだなと思ってて、そんなに好きだったの？なんか好きだったね。なんです。旅行で来た時にここめっちゃいいと思ったの？そうたまたまシンガポール旅行に来て、でめっちゃここいいじゃんみたいな。もうなんか直感で、私多分ここに住みたいなっていうか、もうここがいいな、私に合ってるなっていうもなんかすごい感じて、何が好きって言われたら確かに人も好きだし、なんかこの街の雰囲気も好きだし、あとご飯とかもやっぱホーカーセンターにもう来て観光の時行ってて、ホーカーセンターに感動して、でもそのさ、住んでたとこはその当時はシティに住んでた。ホテルだったらすっごいお金かかんじゃん。そう、だからそれ話せないの？それだからでも最初旦那さんと出会った時、出会って、一応前の動画では出会ったのはコーヒーショップって言ってるけど、まあそれはご想像にお任せするとしてどう？旦那さんと出会った時は、最初結構年上じゃん、旦那さん。そう17個違う、旦那とね。印象はどうだった？一番最初からいいなと思った？でもなんか第一印象が、もうすごく紳士的で、何よりも私があっての俺みたいな感じで常にこう、支えてくれてたから男だもんね。そうだからこの英語に関しても、その当時まだ全然喋れなかったんだけど、こう本当に理解しようってもう向き合おうと彼の方がすごい寄り添ってくれたから、不安もなかったし恥ずかしいとかもなかったし、まあなんかすごい上手だなと思って。やっぱりさ、向こうからのアクションのアクションが多かったし、アプローチもすごいかったけど、なんかすごいやっぱ上手だったんだよね。だから私は最初は、すごいいい人だなで、別に見た目はそんなに興味正直なかったんだけど、その時は。でもやっぱこうデートしていくうちにすごいいい人で、私もどんどん好きになって、じゃあ結婚しようってなった時に、その宗教問題が出てきたわけよね。そうね。だってやっぱりさ、私住んでるだけでも、やっぱマレーの人の文化ってさ、スーパーだとしても、だって食べるものが違ったりとか、分けられてたりとかするじゃん。全部そうね。シンガポールはまださ、いろんなさカルチャーがあるから、なんかそれをさ、なんていうの、一緒に共存しましょうっていう国がそうだからいいけどさ、日本人はさ、そんなのさ、なんか最初から分かんないじゃん。そんなの教育もないしさ。文化的にね。最初から分かってた？ともちゃんも
いやー全然よ。それこそじゃあ結婚したいね、結婚しようっていうのがもうお付き合いして6ヶ月ぐらいで話が出てきて、で私もこの人とも一緒になりたいって思った時に、これからいろんなトラブルが出るから、と思って学校に通ったの、イスラム教の。そのさイスラム教の学校ってさ、普通に英語でトータル1日大体3時間とかかな勉強するんだけど、宗教のイスラム教の、牧師さんみたいな感じで先生がいるから、その先生がで、1ヶ月で決まってるんだよね。確か何時間だったかな、ちょっと曖昧なんだけど、16時間その講座を受けないと、その学校でイスラム教を勉強しましたっていう、証拠にならないから。テストみたいなの？テストは最後にアラビック語でイスラム教の言葉でお祈りができるかどうかっていう、そのテストっていうか、そう主の祈りみたいなやつね。そうで、それを言えたらなんか一応賞状がもらえるんだよね。でイスラム教に基本的にはならないと、改宗しないと、イスラム教の人と結婚できないので、私がもしそこでイスラム教を勉強した上で私はイスラム教になれないってなったら、もう旦那にもそしたらあなたとは結婚できないからってもう言われてたから、そうだね。私はそこからだったかな。まず学んで相手に寄り添う、そこで私が勉強して学んだことでイスラム教をまず理解しようって彼に寄り添いたいなっていうのと、これだけは絶対嫌だっていうのはある。イスラム教の中でね、これだけは無理、私できないみたいな。これは無理。でも1日5回のお祈りはちょっときついね。毎日よ。基本は毎日1日5回のお祈り。もうその時間に来たらその時間にちゃんとやるっていう。だって朝、4時半が一番なの。そっか。旦那も旦那でやっぱありがとうだから、そこまでストイックにガンガンやるつもりもないよって彼も言ってくれて、でそれをやってしまうとやっぱり私も慣れって必要だから、人間ね。だからちょっとずつ自分ができると思ったことをやってってほしいから、それをやってってね。でも結婚した途端からこれだけは絶対にやめてっていうのがあって、旦那の中で、さあ何だと思いますか？一番簡単。何？浮気とか？じゃないもうほら食べ物の豚？そう豚肉だけはもう絶対に結婚した日から、絶対もう食べないでっていうのが、もうそこだけは絶対譲れないからっていうのがもう条件、旦那の中で。それもさ、やっぱさ、ちゃんと理解してないと分かんない話だもんね。そう。なるほどね。だからそこだけはもう本当に旦那も譲れないから。別に豚肉なくてもね。そこまではね。でも私は正直3日間泣いて悩んで、豚肉のために豚か旦那か3日間そう本当やっぱなんか一生食べないっていうなんかやっぱ一生っていう壁、とんかつとかね、もう要はさそうよ、一時的な問題じゃなくて、ね、結婚した日からもう死ぬまで一生豚を食べないっていう、私が生きてきてずっと今まで豚を食べてきたのに、それだけは絶対一枚だけ食べたいよな。食べてない。食べたいよな。食べたいよ。とんかつ屋行ってさ、エビフライ定食食べてさ、そう一個ちょうだいってヒレだからそれがもうしょうもなすぎる、絶対無理そんなそれがあるから3日間、一応さ、なんかルールはすっごいあるじゃん。あるある。でもその中でも豚がやっぱりもう絶対的にそのイスラムの中では本当に天敵っていうぐらい、そうだからその壁が一番大きかったかな。その結婚する時にその覚悟、一生豚食べませんっていう誓う覚悟と、受け入れ体制がポポちゃんはさ、本当柔軟性があるよね。でなんか要領よくイスラム教になったからにはできることはやるのも旦那さんのため、自分のため、いや、その柔軟さがないと
一緒に、まずさ国際結婚もだけどさ、そうこうやって宗教的な問題とかさ、そうそうそう食べ物でしょまず。でまずさ最近だったらさ、ちょっとびっくりなさ習慣とかも取り入れてるじゃん。そうねそうねうまいね振るのねこれはそうそうそう私もさっき聞いたんだけど、なんか旦那さん今バタムから帰ってきて、そうで鼻かんでるわ簡単にさバタムから帰ってきてねそう何かと思えばそちょっとはいじゃあダーリン旦那さんはいってやってダーリンこっちこっち誰そう横にいる人は誰っていうね。はいはシンガポールマレーそうーい。ありがとう。ありがとうリカちゃん Then second one 世間はというなんと第二夫人をお迎えになりました、そうなんです第二夫人なんかさ、絶対人ってみんなさ自分に置き換える、旦那がそうそうね第二夫人連れてきてってなったら、考えたら第三夫人が嫌いだから、この人は別れてっていうのも権利はあると。それはないそうないんだ、へえって思ってるけど理解はしてる人は日本人だとそんないないと思う、私は。難しい